皆さん、こんにちは。今回は、フェーズ3を迎えたミセスグリーンアップルの原点振り返り第3弾です。いよいよ舞台は、メジャーデビュー直後。当時、高校を卒業したばかりの18歳という若さで、メジャーデビューを果たした大森元樹さんと、メンバーによる独占ロングインタビューから、ミセスの核に迫っていきます。高校生バンドって言われてたし、自分もそこに頼っちゃってた部分もあるし、それと同時にメジャーデビューっていうのも発表できたんで、いろんな感情がカーッとなってますけど、笑い。2015年7月、まさに新しい世代による新しきロックの誕生を受け、多くのメディアで異例の大特集が展開されました。全楽曲の作詞作曲に加え、すべてのアレンジを手掛ける若き大森元樹の本音から当時を振り返ることができます。幸せを提供するときっと一部的な装飾品になっちゃうと思うんで、寂しい思いをしているところを包み隠さず、聴いてる人たちの化けの皮を剥がしていく方が、その人たちのためなのかなって。当時、高校卒業という節目を迎えた大森さんは、現代を生きる同世代の代弁者になりたいと語りました。その等身大の目線で描き出す絶望と希望とは、バンドの核を担う大森さんのパーソナリティに迫る見逃せないインタビューは、当時からのファンも、当時は知らないファンも胸に刺さるはずです。それでは、インタビュー本編をどうぞ。今回のメジャーデビューにあたっての資料に、大森さんはミュージシャンからの影響を挙げてないところからして、ちょっと背景とかを語りたくない人なのかなと、笑い。いや、そんなことないです。面白い話ができないだけで。メンバーで一番ミュージシャンに詳しくないんで、笑い。でも何か影響がなくて曲は書けないですよね。何だったんですか？最初は何だったんでしょうね。小6の時に承認欲求で多分音楽を始めたので、きっかけがたまたま音楽だったという。今は DTM でそれぞれ楽器を入れて結構完成形のデモを作ってしまうんですけど、なんとなく頭に鳴ってるものがあるので、それをまず形にしないとメンバーとお話ができないかなということで、そうしてますね。ミセスグリーンアップルのすでに上がってる動画とか、今回のアルバムの楽曲を聴いて、もう物心ついた時にはサカナクションとか向いて、みんなそういうのもひっくり返していくみたいな、鼻っ柱の強いイメージが。ははは。どうだろう？でもサカナクションとかは、もう中学の時全然ポピュラーで、ラッドウィンプスとか、ワンオクロックとかももちろんいたので、なんかこういうことできたら面白いなとかは、イメージしやすかったですね。結構いろんな方がいて、いろんなジャンルが世の中にあったので、すごく面白い。そうやって今の5人によく出会いましたね。りょうちゃんとあやかは事務所が一緒で、養成所を兼ねているようなところなんですけど、そこでなんかそれぞれ赤レンジャーになりたい人を誘ったって感じですね。大森の存在もバンド誘ってもらう前から僕は知ってたんで、この年でこの曲作っちゃうんだっていう、怖いなと。自分も音楽やりたかった一人なんで、怖い存在だったんで、逆に誘ってもらったのは自分にとっては大きなきっかけだなと思ってました。お話ししてても人として面白いというか、達観してる部分があるなと感じてたので、そういう部分は絶対、今の自分に勉強になるというか、一緒にやる意味は絶対あると思ったので、OK しちゃいましたね。何が達観してるように見えたんですか？年下なんですけど、言ってることがなんかちょっと突き刺さるぐらい正しい。ちゃんと物事を見ているし、ちゃんと言ってくれるから。例えば、どういうことを？自分のやりたいこととできることは違うよ、とか。すごいな、笑い。大森さんは自分の実感として言ってるんですよね。はい。要はソロじゃできなかったんですよ。音楽。
っていうのは自分で分かってたんで、なんか足りないと思ってたんですよ。自分一人じゃ収まらないっていうのをある時点で感じて、新しいメカニズムを持ってるバンドですね。あんまバンドってイメージもないですけど、自分らの中で表現方法としてみんなちゃんと同じ目標を持って集まってやってることが、たまたまこの表現方法だったってニュアンスで捉えてるので、自分らがミュージシャンだって、良くも悪くもあんまないし。とはいえ、バンドになっていくプロセスにいると思うんで、バンドになってきたなと思える出来事はありますか？去年の年末にサーキットに出て、そこら辺からだよね。お客さんがちょっとずつ手上げて、ジャンプして、声出してくれるようになってきて。で、全国版の CD リリースが今年2月にあったんで、それでガラッと変わったよね。お客さんがついてきて、お客さんとライブ上でキャッチボールしていくたびに、あ、バンドにちょっとずつ慣れてんのかな？じゃないけど、お客さんがいろいろ教えてくれることが多いので、そのリアクションが今回のアルバムに影響してる部分はありますか？だいぶ今回ポップになった。前作が結構ギターロックだったんですけど、今回の1曲目のスタートはもうギターリフというものを捨てるということを選んだので、新しいとこに行きたいっていう、その欲がライブやってて、りょうちゃんがライブでこう、キーボードを放棄して前に出て、お客さんを煽ったりするように最近なってきて、笑い。なんかそういう自然な流れでね、ポップな方向とか、自分らの見せ方というのが考えずとも、最近出てきたので、あんまガツガツしてる人たちじゃないんだな、自分らはっていうのを改めて思って、じゃあもうポップっていうか、自分らの遊び心を今作にもぶち込んでやろうと思ったので、そういうところは反映されてると思う。スタートの歌詞はどういうところから発想したんですか？どういうところから？それが多分2015年一発目に書いた曲で、その時、高校生だったんです。通信制だったんですけど、学校に行けば同世代の子たちがいるわけで、なんかその中でキャッチすることが多かったんですね。うざい。だったりとか、死にたい。だったりとか、なんか簡単に言っちゃうような人がやっぱりいて、幸せになりたいなとか言ってる人たちがたくさんいるから、幸せっていうのは、幸せを感じることができたら幸せなわけで、幸せを感じる心を持つことが幸せの一歩なのかなと思って、なんか形として幸せなんかねえよっていうのをバーンと同世代に向かって打ちたかったし、引っ張っていきたかったというか、一緒に成長していきたかったんで、ポジティブソングっていうよりかは、しっかりそういうメッセージは入れてるのかもしれないですね。幸せって、何それ？でもあるし、どんなことでもそう思えるし。そうです。だからその心の方が先なんじゃないかって。SNS とか、いろいろ発達しちゃってるんで、すぐ掴みたい時に掴めちゃうので、もったいないなと思って。根源的なものはあんまり汚れちゃいけないというか、崩れちゃいけないと思ってるんで、そこをメジャー一発目で歌いたかったんですよね。ここまでで見えてきたのは、ミセスが青春バンドではなく、最初から思想と設計で動いていたということです。ですが、本当の確信は、ここからです。後編では、バラエティのコンセプト、喜怒哀楽が、曲順、サウンド、言葉にどう仕込まれたのか。そして、道徳と皿とジャケットがつながる伏線回収が一気に解き明かされます。続きは後編で。